はい、皆さん、こんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。皆さん、今日はお元気ですか？それか、今日もお元気ですか？今私が言った今日はと今日もの違い分かりましたか？ということで、今回のトークテーマは日本語の助詞です。この助詞のことを質問されることが一番多い気がします。今回はまず最初に助詞が違うことで起こるよくある勘違いやニュアンスの違いについて、そして二つ目に日本語の助詞をマスターするにはどうしたらいいのということ。そして三つ目に日本人は実はほとんど助詞を使っていない。この三つに分けて今日はお話ししたいと思います。綾野ズラーニングハブ。では早速、助詞が違うことでよくある勘違いやニュアンスの違いについて話していきます。今日は可愛いねと、今日も可愛いね。この二つの違い、皆さんわかりますか？どちらも正しいですし、日本人はよく使うと思います。でも、今日は可愛いねというのと、今日も可愛いねというのとでは、全然ニュアンスが違っています。今日は可愛いねのは皆さんご存知の通りトピックマーカーなので、の後の方が重要です。ですので、今日は可愛いねの後に何か続くような感じがします。例えば、今日は可愛いね。じゃあ、いつもは可愛くないの？と、ムカついてしまう人もいれば、今日は可愛いね。いつも可愛いけど、より一層可愛く見えるね。というふうに褒められていると受け取る人もいます。ですので、シチュエーションや喋る人によっても、全然ニュアンスの受け取り方が変わってくるんです。助詞のもは also とか as well as と同じように使います。ですので、今日も可愛いねというと、今日もいつもと同じように可愛いねというふうにとてもポジティブな印象があります。いつも会っている人に今日も可愛いねと言われると、毎日可愛いと思ってくれてるんだというふうに嬉しい気持ちになります。でも、あまり普段会っていないのに今日も可愛いねと言うと、いつも会っていないのに突然可愛いね、チャラいというふうに思われてしまうかもしれません。チャラいというのは真面目の逆で、言うことや行動が軽い、浮ついている様子を表します。なので、普段女の子とたくさん遊んでそうというようなイメージも持たれます。ですので、あまり会ってもいないのに今日も可愛いねというのには注意が必要です。こういうふうに助詞の和とも、この二つの間だけでも大きく意味が違いますが、和の中でも和の使い方の違い、ニュアンスの違いがシチュエーションやその喋っている人との間柄によって変わってきます。も同じように言えます。あとは、今日何食べたいと聞かれたとき、皆さんだったら何と答えますか？例えば、パスタがいい。パスタでいい。この二つは大きく違っています。パスタがいいというと、がはサブジェクトマーカーなので、がの前のパスタが大事になります。ですので、パスタ以外は食べたくない。パスタが絶対いいという自分の意見を主張するような言い方になります。一方で、パスタでいいというふうに言うと、でいいというのには I don't mind とか It's okay という意味が含まれますので、パスタ以外にも選択肢があるけれど、簡単だし、パスタで OK というような意味合いになります。ですので、自分の意見を伝えるというよりは、相手のことをもうちょっと尊重して、相手の選択に委ねるようなニュアンスになります。ここまででもすでにたくさんのニュアンスが出てきましたよね。皆さんが助詞って難しいという気持ちがよくわかります。じゃあどうやったら助詞をマスターできるのということを皆さんからもよく聞かれますが、
私からのおすすめは、アニメでもドラマでも YouTube の動画でもいいですので、日本人が話している動画をとにかくたくさん見て、聞いて、インプットすることが非常に大事だと思います。私も15年間ぐらい英語を勉強してきていますが、未だにあとザの違いが全然わかりません。喋りながら、どっちだっけっていう風になります。ただ、たくさん映画やドラマを見てきたので、なんとなくパッと、なのか、ザなのかが出てくるんですよね。どういう場面で、どのように助詞を使っているかを繰り返し聞くことで、なんとなく法則が自然に分かってくるようになると思うんです。それで、時間があるときは、日本人が何かはやがのような助詞を言ったセンテンスのところで、一旦動画をストップして、そのはやがの前後の文章をチェックします。どのようなシチュエーションで使われていたのかなというふうに理解をします。その場で理解することで、また次の機会にその時の使い方をまた比べることもできますよね。あとは、助詞を完璧に喋らなきゃ、間違えたらどうしようというふうにプレッシャーを感じすぎないことです。私も今、英語やスペイン語を勉強していますが、たくさん間違いをしながら上達していってます。とにかく、たくさんインプットをして、実践の場でコミュニケーションをとってみる、使ってみるというのが大事じゃないかなと思います。外国語の勉強って筋トレと同じだと思っています。筋肉も1日筋トレしただけでムキムキになったらびっくりですよね。それと同じです。1日勉強しただけではあまり上達はしません。ですので、筋トレと同じように毎日コツコツ、毎日じゃなくても少しずつ筋肉をつけていくイメージで言語も向上していけたらいいんじゃないかなと思っています。そして3つ目にお話しすることは、実は日本人が助詞をほとんど使っていないんじゃないかということについてです。一度生徒さんに日本人は助詞を使わずに話していると SNS で見たと言われたことがあります。実際はどうなのかというと、フォーマルな場面とカジュアルな場面で使い分けています。例えば丁寧な言い方だと、明日の5時に駅集合でお願いします。明日の5時に駅集合でお願いします。こういうふうに言います。ほとんど助詞を省いていないですね。ただ、カジュアルな場面では、明日5時、駅集合。これだけで OK なんです。ほとんど、全部ですね。助詞は省きました。他にも、先輩や上司とご飯に行った時に、先輩、何を食べますか？何を食べますか？というふうに助詞を抜かずに喋ります。これをカジュアルな言い方で言うと、友達に、ねえねえ、綾乃、何食べる？何食べる？をは省略します。こういうふうに友達同士や家族同士では基本的に助詞を省いて喋ります。ですので逆に助詞を使って話すと不自然になります。今日はどうしたの？何かあったの？っていうふうに不思議がられると思います。こういうふうに日本人はフォーマルな場面とカジュアルな場面で助詞の使い分けをしています。皆さんの日本語を勉強する理由が、これからもっと新しい日本人の友達を増やしていきたいとか、いつか日本に行ってお仕事をしたいとか、そういった理由であれば、まずはフォーマルな話し方を勉強する必要があると思います。ですので、丁寧な話し方をしている動画をたくさん見てインプットしてほしいと思います。なので、このチャンネルでは私は丁寧な話し方で話しているので、すごくおすすめですよ。あとは日本人の友達同士や家族同士のリアルな会話の様子を知りたいということであれば、ドラマやアニメもおすすめです。特にドラマの中でもリアリティショーが一番リアルな会話を見れるんじゃないかなと思います。今ではたくさんのリアリティショーがネットフリックスやアベマ TV かなといった番組で見られますので、
それを見るのも一つかなと思います。助詞をもっと深く文法的に理解したいということであれば、教科書でたくさん勉強するのってすごく大事なことかなと思います。でも、より自然に、より早く習得したいということであれば、やっぱり日本人が喋っている動画をたくさん見ることが一番じゃないかなと思っています。ですので、皆さんのお気に入りの YouTube の動画だったり、ドラマ、アニメなどで皆さんの目的に合わせて学習することをお勧めしますよ。一緒に日本語筋トレ頑張りましょう。ということで、今回は助詞についてお話ししました。他の動画で重要生活フレーズ、1日のルーティンや、日本人のマナーがいいのはなぜかなど、いろんなトピックでお話をしていますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。またねー。